人間関係で大切な伏せ、愛語のお話がありましたが、お人よしとの違いがよくわかりません。仏教は慈悲と知恵の教えと言われます。慈悲と知恵の教え。仏心宗では慈悲心と知恵、そこに加えて仏性、この三つの御種を育んでくださいということを皆さんに指導しています。で、この仏性というのは、一般的にこの仏教の用語で仏性というと悟りを開くその素地みたいなことを仏性と言ったりするんですけど、仏心宗ではこの仏性という言葉を使いながら、これまで言われてきた仏性というのと違った定義を与えています。仏性という言葉にね。で、仏性って何かというと、その人の生まれ持った感性ですね。その人ができることがある、得意なことがある、非常に好きなことがある。いろいろその人の生まれ持った感性があるわけですよ。例えば鳥に生まれたら空を飛ぶことができます。魚に生まれたら水の中を行くことができるんです。チーターに生まれたら、この地球上のどんな動物よりも早く大地を駆け抜けていくことができます。そんなね、地球上の誰よりもなんていうものすごい能力じゃないにしても、ものすごいものじゃないにしても、こういうことが得意、こういうことが好き。自分ではそう思ってないけども他の人と比較したら、こういうことがすごくこの人ね、向いてるねっていうことってあったりします。仏心宗では慈悲心と知恵、これを育てつつ、やっぱり社会と関わって生きていく。なので、ぜひね、あなたの持っている感性を、それを仏性と言ってるわけですが、仏心宗では。あなたの持っている能力を、感性を、これをですね、何らかの形で社会に貢献して、ね、社会貢献ってまたこれも大きな言葉になってしまいますね。だけれどもそうじゃない。小さくてもいいけども何か自分の関わっている人たちの間で何か自分が受け取るだけじゃなくて何か自分が与える側の人になる。ね、でそのような人になっていくということ。自分はいろんな人のお世話になって生きてるわけですよ。縁の中で、ご縁の中で。だったら自分も何か誰かのお役立ちをしたいと。何も特別大きなことができないけれども、そういう思いを持ったときに、じゃあどうやって具体的に、ね、慈悲心というものを発揮していくのか。ぜひ私はこれは現代の社会では、何か自分の持っている能力とか良きところ、ね、これをですね、高めていくことによって、そのコミュニティで、その地域で、自分の関わっている仲間の間で、ちゃんと生き場所っていうものを見つけることができるんですね。慈悲心を持ち、知恵を持ち、そして仏性を怠ることなく育んでいったら必ず世界のどこに行ってもそこの世界で、そのコミュニティでちゃんと生きていくことができます。なので仏心宗では何か小難しいことではなくて、慈悲心と知恵と仏性、この御種を怠ることなく自分でね、励み育ててくださいということを言ってます。非常にシンプルですけど。で、このね、伏せと愛語、お人よしとの違いがよくわかりません。慈悲心というのは、誰かの悲しみに寄り添い、そしてその苦しみや悲しみに寄り添い、そして生きる勇気や喜びを与えていく。余楽バックという言葉で表現されるんですね。その人の苦を抜き、楽を与えていく。それが慈悲心だというふうにして言われています。で、この誰かの苦しみに寄り添い、そして楽を与えていく慈悲心。思いやりの心を育てていくという慈悲心。でもこれは自分の感情に基づくだけではなくて、知恵に基づいていくですね。知恵がなければ慈悲心というのは発揮できないんですよ。で、またその慈悲心というのは仏性が育てばもっと具体的な形でできることが増えていく。ということで、慈悲心と知恵と仏性の話を最初したんですが、
ここで言うお人よしというのは、どういう意味で使われているかというと、どちらかというと、騙されやすいみたいな表現でね、お人よしっていうのは、あんまりいい意味では使われてない。いい意味でこの言葉を今質問してくださった方は使ってないと思うんです。そう。騙されやすい。人はいい。だけれども、どっかで、悪意を持った人に利用されてしまう。ね、お布施とか愛護の話がありましたけども、そういう悪意を持った人に利用されてしまうんではありませんか？そういうような問いかけだと思うんですね。慈悲心とか知恵って素晴らしい心だと思いますけども、実際にそうやって、そのお布施をするとか、愛護。慈悲の心に基づいた布施とか愛護。そういうふうにして生きていると、誰かに都合よく騙されたりしてしまいませんか？そういう問いかけだと思うんですね。ただ、自分の感情に任せて、この人かわいそうだな。ね、ただ自分の感情に任せてね、こういうね、って言うと、やっぱりそれだけだと、悪意を持った人に利用されると思います。そういう人いっぱいいますから。そう。だから、慈悲心というのは、知恵がないと、この慈悲心というのは、本当の慈悲心というのは発揮できないんですね。ただ単に、かわいそう、かわいそうっていうことじゃないんですよ。ただ単に、いいねって喜んでるってことだけじゃないんです。そこに、慈悲心というのが知恵に基づいていく。ここが、ただ単なるその人の苦しみに寄り添うということではないっていうことです。なので、この慈悲心と知恵というのはセットなんですね。そしてこの慈悲心と知恵というものを大いに発揮して、そして、その、自分が生きている社会の中で生きていく。この両方が欠かせないんです。なので、この慈悲心と知恵、理性と感情と言ってもいいかもしれない。この両方がバランスよく備わっていないと、やっぱり単なるお人よしになって騙されてしまったりということは起きうるでしょうね。そう。なので、慈悲心というのはあくまで知恵とセット。知恵がなければ本当の慈悲心を発揮できない。そして慈悲心がなければ本当の知恵にはならない。で、この知恵が欠けた、かわいそうって、ただ自分のね、感情、その感情が引きずられて、そして結果として騙されてしまったり、パーって舞い上がって、結果としてそれを都合よく自分の舞い上がりを利用されてしまったり。これをお人よしと言います。布施と愛護というのは、仏法のを表現する言葉です。そこには必ず知恵があるということですね。なので知恵なき干渉、誰かに対しての同情。これと慈悲心と大きく違うということです。